さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。101回目の今回は、独特なフォームから通算350本以上の本塁打を放っている、助っ人外国人の紹介になるよ。その選手とは、西武、オリックス、ソフトバンクに在籍していた、アレックス・カブレラ選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。アレックス・カブレラ、1971年12月24日生まれの50歳、ベネズエラ出身の元プロ野球選手だよ。2020年現在は、ベネズエラで牧場を経営しているよ。1991年5月1日にカブスとマイナー契約を結ぶよ。1992年からメジャーリーグ参加で5年間プレイするも、A プラス級が最高だったよ。そして1996年12月16日に放出されたよ。1997年からメキシカンリーグのタイガースでプレイ。シーズン途中にポトロズへ移籍。11月14日にデビルレイズとマイナー契約を結んだよ。1998年、タイガースへ復帰。10月16日にデビルレイズを FA となったよ。1999年12月14日に、ダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだよ。2000年は、6月にはメジャー昇格を果たし、初打席初本塁打でデビューするなどしたが、徐々に失速し、打率2割6分3厘、5本塁打でシーズンを終了するよ。2000年シーズン終了後の12月7日に、ダイヤモンドバックスの監督交代をもって、西武ライオンズへ保有権が譲渡されたよ。2001年、64試合で30本塁打に到達という、プロ野球タイ記録を作るなど、NPB1 年目の最多記録となる、49本塁打を放つよ。また同期入団のマクレーンとの、ツインバズーカ砲として話題になったよ。同年のオールスターゲームにも出場し、第1戦は5番、一塁手として先発出場。第2戦は6回に、小笠原の代打として登場し、井川から、横浜スタジアムの場外に飛び出す本塁打を放ったよ。2002年は6月に腰痛で出場登録を抹消。前年に比べ、本塁打のペースが上がらなかったが、9月10日の大英戦で、史上最速のペースで球団新記録となる、50号を達成し、135試合目となる10月2日の近鉄戦で、岡本からソロ本塁打を放ち、オートローズが有していた、当時の日本タイ記録となるシーズン55本塁打に並んだよ。シーズンは打率3割3分6厘、55本塁打、115打点を記録、西武のリーグ優勝に大きく貢献し、パリーグ MVP にも輝いたよ。巨人との日本シリーズでは、全試合4番で先発出場。このシリーズで西武は巨人に、4連敗のストレート負けを喫したものの、カブレラは、第1戦、第2戦で2試合連続本塁打を放ち、第3戦では先制的自打を放ち、関東選手賞を受賞したよ。2003年、落合が1985年とその翌年に達成して以来、史上2人目となる、2年連続50本塁打を放ち、3年間で150本塁打以上を記録した、史上初の選手となったよ。同時に2年連続打率3割、入団から3年連続での100打点も達成。しかし、ローズの51本塁打には及ばず、本塁打王は逃したよ。2004年、3月のオープン戦で、近鉄の山村から支給を受け右腕を骨折、前半戦の大半を棒に振ったが、4ヶ月後の6月後半に復帰し、64試合の出場で25本塁打。さらに同年より導入された、パリーグのプレーオフでも、日本ハムとの第1ステージ、第3戦に逆転満塁本塁打を放つなど、リーグ優勝に貢献、中日との日本シリーズでも、3本塁打を放ったよ。2005年は3度目の打率3割、リーグ3位の92打点36本塁打を記録。リーグ最多の15敬遠と、勝負を避けられる場面も目立ったよ。6月3日の横浜戦の2回、三浦から放った打球は、レフトの屋根に当たって、左中間のグラウンドに落ち、これはドームのグラウンドルールにより、認定本塁打とされたよ。打球が直撃した屋根の鉄骨部分には、記念プレートが取り付けられたよ。7月11日のロッテ戦の2回に、小林から来日200号本塁打を放ち、538試合での200本塁打は、近鉄のブライアントの578試合を大きく更新する最速記録となったよ。2006年は小笠原と同じ100打点で、自身初となる打点王のタイトルを獲得。三冠王を狙える位置にいたが、本塁打は小笠原に1本、打率は松中に9厘及ばず、どちらも2位だったよ。またシーズン中、スポーツ紙でたびたび移籍を考える発言をし、巨人や中日といったセリーグの球団に、売り込むような発言が目立ったが、
2007年の9月に、契約がまとまれば生涯セーブでもいい。またこのチームで、現役を終えたいなどの報道がされたよ。2007年、4月29日のロッテ戦で、成瀬から来日255本塁打を放つよ。733試合での250本塁打は、元近鉄のブライアントに並ぶ、最速タイ記録となったよ。7月に故障で欠場、復帰後は調子が上がらず、打率も徐々に下がり、打撃3部門においても、前年から大きく数字を下げたよ。規定打席に到達しながら、30本塁打に達しなかった初のシーズンとなり、4番の座も GG 佐藤に譲ることもあったよ。打率は2割9分5厘、27本塁打、81打点で、打点と本塁打はチームトップだったよ。また4年ぶり、3度目のベストナインを受賞。しかし高額年俸がネックとなり、10月30日に西武が、カブレラとの翌年の契約を、結ばない方針であることが明らかになり、11月30日付で自由契約公示されたよ。自由契約後は、オリックスが獲得に乗り出し交渉を行ったが、薬物疑惑により交渉は難航したよ。そして2008年1月9日に、オリックスと年俸2億5000万円、プラス出来高5000万円の単年契約で、正式に契約を交わし、西武時代に、3年連続で本塁打王を争った、ローズとも同僚となったよ。背番号は西武時代と同じ42に決まり、メディカルチェックで、薬物の陽性反応が出たら、契約を破棄できる、契約となっていることも話題となったよ。春先は極度の不振に陥ったが、徐々に調子を上げていき、5月9日の西武戦で岡本から本塁打を放ち、史上3人目のセパ13球団から本塁打を達成。8月は月間で4割の打率を残し、月間 MVP を獲得するなど、チームの A クラス入りに、大きく貢献。8月20日の楽天戦で、青山から来日305本塁打を放ち、934試合での300本塁打は田淵の1072試合を大きく更新する、最速記録となったよ。10月29日に自身初となる、ゴールデングラブ賞を受賞。オリックスの一塁手が、ゴールデングラブ賞を獲得するのは、1987年のブーマー以来だったよ。2009年、第2回 WBC、ベネズエラ代表候補に選出されるが、最終メンバーから落選。4月23日の西武戦で、三塁走者としていた場面、打者後藤のファウルボールが、右足小指に直撃し、全治2ヶ月の骨折を負ったよ。7月7日のソフトバンク戦で、一軍復帰を果たし、この月は出場全試合で安打を放ち、月間打率4割で、自身6度目となる月間 MVP を獲得。8月7日のロッテ戦で、球審に対して暴言を吐いたとして、通算6度目の退場処分を受けるよ。9月19日、左胸から背筋に痛みを訴えて、再び登録抹消。65試合の出場で、13本塁打39打点は、いずれも来日後最低だったよ。7月19日には一軍登録日数が8年に達し、国内移籍が可能な、フリーエージェント資格取得の条件を満たしたため、翌年より外国人枠を外れ、日本人選手扱いとなったよ。2010年は開幕戦を、4番、指名打者として起用される予定だったが、カブレラが指名打者の起用を、拒んだ発言をしたことで、この年から監督に就任した岡田が、これを自分勝手な発言と捉えたために、カブレラに対する制裁措置として、急遽スタメンから外されたよ。4月24日に左脇腹痛で登録抹消され、その後一軍に復帰するも、5月19日に左太もも裏を痛めて、再び登録抹消。7月30日の楽天戦で、通算4000打数に到達し、112試合に出場し、打率3割3分1厘、24本塁打、82打点という成績を残したが、オフの残留交渉では、複数年契約を求めるカブレラ側と、単年契約を求める球団側とのねじれが生じ、球団から自由契約を公示されたよ。2011年1月5日に、ソフトバンクと2年総額3億6000万円、プラス出来高で正式に契約を交わし、背番号は西武、オリックス時代と同じ42に決まったよ。4月15日の西武戦にて、藤田からチーム第1号となるサヨナラ本塁打を放ったよ。また、5月14日の西武戦で、通算355本塁打を放ったよ。しかし、シーズン中は度重なる故障に加え、この年より導入された統一球に苦しみ、最終的に89試合の出場に終わり、打率2割2分5厘、10本、35打点と、来日以来最低の成績となってしまったよ。2012年、開幕は故障もあり2軍スタート。6月に昇格したが、再び抹消され7月24日に、球団より退団が決まった旨の発表がなされたよ。2012年12月、母国ベネズエラのインターリーグで、1打席目に本塁打を放ち、ホームベースを踏んだ直後にユニフォームを脱ぎ、現役引退を表明。しかし2013年のインターリーグで現役復帰。
同リーグのシーズン本塁打記録を塗り替える活躍を見せたよ。2014年1月には、オリックスが前年限りでソフトバンクへ移籍した、イデホに代わる4番として、再獲得に乗り出していることが報じられたが、同月29日にベタンコートを獲得したため、復帰することはなく、メキシカンリーグのレッドイーグルスと契約。しかし4月24日に、禁止薬物のステロイドを使用したとして、メキシカンリーグから永久追放されたが、潔白を主張し、後に調査の結果処分は解除されたよ。このシーズンもインターリーグでは、ベネズエラのティブロネスでプレー。2015年は所属球団はなく、10月からベネズエラのインターリーグでプレーし、このシーズンもティブロネスに所属。2015から2016シーズンで、本塁打王と打点王の2冠、MVP を獲得したよ。そして2020年には、ベネズエラで牧場の経営をしており、和牛を育てていることをインタビューで明かしているよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。西部時代、文化放送ライオンズナイターの企画の一つとして、発泡スチロール製のカブレラ地蔵が作られたことがあるよ。その後、所沢の石材会社が、本当に石で作ったカブレラ地蔵を寄付、西武ドームの入り口横に建てられていたよ。2008年3月17日、当人が退団したことを理由に、地元の神主による、御霊払いの儀式を受けて撤去されたよ。地蔵の受け取りを、カブレラやオリックスに打診したが、拒否されたために以後は球団事務所によって、保管されているよ。ちなみにその後、カブレラが一時不審となったために、地蔵を渡してほしいとオリックス側から要請されたが、西武は拒否しているよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、常に薬物の噂が付きまとっていた選手時代だと感じたね。そりゃあ、あれだけの太い腕やパワー、当時ではありえないくらいに感じたんだろうけど、日本人でも規格外のパワーを持っている選手はいるし、それを全部疑ってたらキリがない。まあ、引退した後に復帰し、すぐに本塁打を打つ、疑うのは仕方がないんだろうけどね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。